皆さんこんばんは。今週の動画は、私が7月に一人で行ってきたフィンランド一人旅の購入品をご紹介していきたいと思います。ただ購入品はフィンランド Vlog でも散々ね一通り紹介してるんですよ。なので改めてまた一人で紹介してもつまらないなと思ったので、今日は彼に同席していただいて、これ買ってきたよ可愛いでしょっていうのを彼に見せてコメントをもらいたいと思います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。お帰りなさいませ。ただいまただいまということで、2ヶ月ぶりぐらいのアトリエでの撮影になるのでちょっと緊張しながら始めていきたいと思います。それでは購入品動画スタートです。ではどこから紹介したらいいのかなっていうぐらい、どうですか？思ったよりちょっと待って、どこまで？こっちまで？ここまでと量的には。いや素晴らしい。どういう意味？やっぱ欲しいものがあるって素晴らしいことです本当に気持ちがいいですよ素晴らしい。本当？いやもう本当欲しいものをね全部買ってきちゃった。しかもあなたがいつもさ止めてくれるじゃん。止めてくれる人がいなかったから。俺も動画を見ながら、俺がいたらトートバッグあと3つは止めれたと思った。やっぱり思った。3つは止めれたなって自信はあります。あります。でもね今回その1ヶ月行ってきてすぐまたフィンランドに行かないだろうなぐらいもう大満喫してきたの。だから欲しいものは全部買って帰っちゃおうと思って買って帰ってきました。でまずはやっぱりみんなが見てて楽しいこの陶器の食器類からご紹介していきたいと思います。ではまずはムーミンマグシリーズですね。こちらからいきたいと思います。どうぞ。いや素晴らしいですね。まずこちらは一番最初に行った大きなフリーマーケット、そこで購入してきたもので、1991年から1999年のムーミンマグ、ムーミンママのやつです。あなたそれのムーミンパパ版持ってたでしょ。だからちょっとおそろね。そう可愛くない？すごいね、掛けもなんもなくて。そう綺麗だよね。しかも160ユーロだよ。そもそもさ、もうヘルシンキ市内のさセカンドハンドショップにはさほぼなかったじゃん。そうムーミンマグがね。でも映像的にはさ結構あったね。そう結構あった。そのフィスカルスの大きいフリーマーケットはもうめちゃくちゃいっぱいあったよ。古めのムーミンマグの中で、そのムーミンママのやつを買ってきました。いいね。可愛いよね。そうこれをほらうちらが夫婦としてさ使えるでしょ。ということでまずはこちら。あともう一個。いやこれもちょっと見てほしいんだけど、これちょっと見て。スニフの初代マグ。よくあったねこんな。ねこれもさ私たち2、3回フィンランド行ってさ1回も見なかったよね。見てない。でしょ。この茶っていうのが渋くていいよね。これが何年代？2002年から2008年代に販売されたもので、これ45ユーロで買えたの。これ結構お得。そうね。実はこれはね有名なさヘルシンキ市内のフリーマーケットでも見たんだけど、値段はねフィスカルスの方が安かった。こちらスニフの初代マグ。スニフ推しなので。あともう一個はいこちらはいこれはですね、これ新しいよね。これ結構新しいです。これはストックマン150周年記念マグカップ、2012年のもので、ストックマンというフィンランドにあるデパートの150周年記念のマグカップです。イラストのなんかそのタッチが可愛いなと思って買ったんだけど、シリアルナンバー入ってる。そうシリアルナンバー入ってて、で本当はそこにね表面に125っていうシールがついてて、そのシールがあるとより価値が高く売れるらしいのよ。だけど私はこれから使うから剥がしちゃいました。はい、売る予定はないので。なるほどね。ストックマンの紙袋を持ってるのか。そうこちらも買いました。サクサクいかないといっぱいあるのでねはい、あともう一つこちらスニフの初代マグと同じ柄のボールです。新しいねこれね。はい、これは私たち一緒に行ったねレトロの実という。おばあちゃんのところ。おばあちゃん元気にしてた。おばあちゃんいなかった。あら。おばあちゃんの娘みたいな。本当。そう多分交代でやってるんじゃないかな。あそこはいいお店。そうあそこいいお店。そこで買いました。この茶っていうのが渋くていいよね。やっぱ今現代でこの茶のボールとか茶のカップっていうのはあんま出さないんじゃないかな。わかる？確かにね。確かにそうかも。やっぱピンクとかの方がさ、やっぱ購入されそうじゃない。だからね、すごく渋くていいなと思って買いました。とあとこちらです。すごいね。よく見つけたね。よく見つけましたよね。こちらはですね、1991年ムーミンの陶器の置物です。
160ユーロでゲットしました。でこれが小さいのと大きいのがあって、大きい方。そうね、前さ冬だっけ、はい、桃のでしょ。桃ので見たやつと同じサイズ。同じサイズで、実はね私桃の撮影してないんだけど、桃のに売ってたのよ。嘘そう同じやつ。でもさ、もっと高かったよね。そうもっと高かった。桃ので見た時はね200何十ユーロして、一番最初見た時、その時はねなんだろう躊躇しちゃったんだよね、だけど160ユーロだったので、しかも綺麗だよね。綺麗。そうこれは何？そうそう。オッケーって書かれてる。後ろにオッケーって書いてあるのがこれもちょっとあれなんですけど。検品されたじゃん。そうそう。でもすごく綺麗なのでこちら買いました。あとこちらもフィスカルスのアンティークマーケットで購入したイタラバードでございます。こんな重たいっけ？あ、確かにね。ここにあるんだけど。これ重くない？同じだった。でも大きさが違うね。そうなんかね、同じやつでも、この大きさとこの首の立ち方とか、全部違うんだよね。あ、そうなんだ。やっぱ手作りだからかな。これは1999年から2009年に販売されていたイタラバード、ですごく可愛くて、ちょっと私の好きなカラーでしょ。確かに緑に上がピンクっぽい紫っていうのと、あとあなたからもらったやつも緑系だから、緑系で合わせたら可愛いんじゃないかと思って。こっちの方がちょっとこじんまりとかちっちゃい感じだね。そうなの。横に並べておいたら可愛いんじゃないかと思って買いました。あとはこちらです。マリボール。マリボール。これはどう使うんでしょう。ほらこういうパッツェルのこのお菓子とかをそこにザーッと入れたりとか、これでヨーグルト食べたりとか、何でも使ってんだって。好きになんかこの宝物入れみたいな感じのボールが可愛くて、でいろんな色があるじゃん、マリボール。でもなんかちょっとピンクっていうちょっとファンシーなやつが私はね可愛いなと思ったのでこちら買いました。あとは赤ニエミの土日にやってる一番有名な飲みの市ですね。こちらで買ったのがアラビアのカップ&ソーサーです。これは1932年から1964年までの期間にアラビア社に在籍していたアウネ・シーメスという方の作品です。でこのカップ&ソーサーちょっと薄くない？薄くて光通すよね。でこれは日本のそういう手法、卵殻でという手法を用いて卵の殻のように薄く作って、光を通すっていうそういう手法を用いて作られたカップ&ソーサーです。でこれが90ユーロで買ったんだけど、日本でこれ買うと3万後半から4万円台で買える。これめっちゃいいやつだわ。でしょ。これはすごいね。そう、しかもその蓋付きはねなかなかないって、その売ってくれたおじちゃんが。しかも掛けが1個もない。そうこう後ろの刻印がもうニードルで自分でこうアウネ・シーメスって書いてあるでしょ。でこれがなんかすごい目に留まっちゃって、私あんまり詳しくないんですよ別にアラビアのこととか。でもすごい目に留まっちゃって、おじさんに「これいくらですか?」って聞いたら、その場で考え出したのね。で最初160って言われて、それでも買おうかなって思ったの。先に調べたら4万円ぐらいだったから、でもしたら90まで下げてくれて買いました。いや素晴らしいですよこれ。これは素敵でしょ、すごく素敵だなと思って、その蓋のところのねつまみの作りもとっても素敵で買いました。あとこちらあなたもね動画見てくれたと思うんですけれども、はい、こちらコテージのやつ、はい、夏のコテージで使っていたプレートをもう探し回って見つけたんですけど、これは1964年から1971年の間に製造されたプレートです。アラビアの。これめちゃめちゃ年季入ってるね。そうそうでも掛けはないでしょ。掛けはないね、けどなんかサビっていうのかな、なんかちょっとこれね多分この縁だけちょっとさ、退色してる感じがするから、多分ずっと積み重なって置いてあったんだろうね。なるほどね、だから表面とか綺麗なんだ、裏面も。多分ずっと外じゃないけど、小屋みたいなところに多分ほぼなんか野ざらしっぽい感じでずっと置いてあった感はするね。これはそのコテージで使ってたものと同じお皿なので、思い出として持ち帰りたくて買いました。これはなんと4ユーロで買わせていただいて、あとはこちらティーセットですね。こちらティーセット、これはですね、1932年から1949年のあたりに作られている花柄の、それはティーポット、オールドアラビア。後ろにファクトリーマークがついています。
これなんか年代でいろいろあるんだよね。そうそう、結構古い。でもちょっとなんか作者の名前っぽいの書いてあるよ。嘘。あ、違うかな。AS1 って書いてある。そこまでちょっと見てなかった。これはこのシュガーポットとミルクジャーをソルナイネンっていうところの飲みの市で買って全部揃えたくて、このティーカップとポットはパッサーニっていう言ったよね、大きいセカンドハンドで見つけました。この柄は結構いろんなセカンドハンドで見ました。このティーポットもパッサーニにいっぱいあったし、オールドアラビアの商品とはいえレアものとかじゃなさそう、っていう感じの花柄のやつですね。多分この時代花柄流行ってたんだろうなという。そうね。で面白いのがこのコテージの花柄と、あとこのもう一個買ったこのカップ&ソースはこれ同じ年代なのね。絵のタッチが同じ、これとこれ。でもこれとこっちの絵はタッチが違う。本当ね。そう。こっちの方がちょっとくっきりしてるね。こっちの方が多分新しいでしょ。だって1964年だもん。30年ぐらい経ってちょっとよりタッチがくっきりしたものが好まれるようになったんじゃないかな。そういうわけで食器は以上です。どう？いい感じ？ラインナップとしては。はい。これでムーミンマグは何個目ですか？8個目。8個目。はい。そうです。ムーミンマグをちょっと見えてないんですけど、食器棚のところの棚に全部収納するのを目標に買っております。これさ、あれの質問に答えた方がいいんじゃない？何？ミクさんはどうやってこの割れ物を持って帰ってきてるんですかって、多分すごい秘訣があるんじゃないかってみんな思ってると思うよね。あ、そう。披露していい？披露して。わかりました。でももちろんくるむよね。全部頑丈にくるんで、こういう相当な力がないと割れないんじゃないかっていうものはスーツケース。スーツケースの真ん中ら辺に。そう。周りにタオルとか服とかでもう囲んでスーツケース。これもね、実はスーツケース。はい。に入れました。であとは全部この大きめの軽いエコバッグに入れて機内持ち込みしてます。力技ですね。はい。だから別にそんな秘訣はありません。なんかすごいさ、ティップスがあるんだとさ皆さん思ってると思うけど、毎回力技で自己責任だけどね。そうそう。それで持って帰ってます。でこの購入品を途中で送ったのかなっていうコメントもあったんですけど、もう一気に全部持って帰ってきました。はい。では次ムーミンのグッズいきたいと思います。はい、まず1個ここにはないんですけど、アルテックとムーミンコラボのスツールを買いました。ああ、そうね。それはもう組み立てて私たち2人が住んでいるお家でめでています。はい、あれ可愛いよね。はい。で次もう一個あなたに見せたいのがどうぞ。うわ、すごっ。すごいでしょ。これはちょっとテンション上がるね。本当？持った時のさ、重みすごくいいでしょ。こちらはですね、ムーミンショップで買ったシュタイフというドイツのぬいぐるみブランドとムーミンがコラボしたもので、2017年に販売されて1500体のみ生産されたモヘアのぬいぐるみです。シリアルナンバー427番。手足も動かせます。いや、これすごいね。これ綺麗でしょ。しかもなんかすごい生きてるみたい。なんかでしょ。なんかちょっとこう持ちたくなっちゃうよね。そう、わかる。そうなりたくなっちゃうね。シュタイフもドイツのねぬいぐるみブランドで高級ぬいぐるみですから。いや、これはちょっと持ってみたらびっくりする。いいでしょ。これはねいいでしょ。はい。ちなみにこれを会計した時にここの会計してくれたフィンランド人の方からビクンって言われてマジ？あなたの動画で日本語を勉強していますって言われました。その説ありがとうございます。はい。このぬいぐるみ可愛いよね。いや、これはすごい。あとムーミンだとこちらですね、トートバッグ。はい。これトーベ・ヤンソンの、短編小説なんだっけ、なんとか少女のなんたらっていう表紙のやつです。可愛い。何このプリント。可愛いよね。なんか紙みたいな。そうそう。ムーミンじゃないっていうところが可愛いかなと思って買いました。あとそのままトートバッグいっちゃうんですけど、これムーミンショップでたくさん買い物したら、もらえる80周年のトートバッグ。はい。これもすごく生地がちゃんとしてて結構荷物入っていいです。あとはこれ飲みの市で買ったおばあちゃんが作った手作りのトートバッグ。はい。あとはオーディ図書館っていうところで寄ったらなぜか買ってしまったトートバッグ。これは止めれたな。これ止めれたよね。5ユーロあげる？借りるわ。じゃあすごいよね。それちっちゃくなるし。はい、あとムーミンショップで買ったのがちっちゃすぎたりなんですけど、これねちょっと気になってましたよ。カスタムキーホルダー
自分の好きなチャームをつけて作るやつです。すごい可愛いよね。でもなんか気づいたらそれ3200円ぐらいしてる。ほう3つで、はい、可愛いよね、こういうやっぱ最近カスタム文化がやっぱフィンランドにも入ってきてるんだなっていうのを感じました。あとはもう本当に簡単にいきますと、もう本当キャンドル、ムーミンのやつ。これあれやね、なんかあそこに売ってたよね。そう、有名なやつでストックマンとかにも置いてたよ。そうあとマリメッコのこれ止めれたよね、きっと。なとどっちか。これは止めれたね。マリメッコのキャンドルを色落ちで買いました。無臭です。無臭ですね。はい。あとはもう本当に細々したものをサクサクサクといきますね。ちょっと待って、123、4つしか買ってない。はい。あとはほら私のブランドのやつですか。4つしか買ってない。はい。本当4つだけだと思うよ。本当。俺のなんかイメージはなんか20個ぐらい買ってるんだけどこんだけだったね。そう、とっても意外と4つっていうか3つだね。3つにプラスで1個もらったって感じ。あとね、マスタードとかカルダモンパウダー。粗さが違うってこと。そうそう。これは一緒。なんか中ぐらいかな。あとはドライイースト、パケが可愛いのと、あとはフィンランドといえばっていうお菓子。あとはキシリトールのガム。またムーミンの紅茶。魚のブイヨン、サーモンスープ用みたいな感じ。もちろんチキンのブイヨンもあったりし、なんか豚みたいなのもあったし。なんか生姜とかも入ってんだ。そうで、これでやっぱり作るとサーモンスープが美味しくなるみたいな。食べてみたいね。作ってあげるね。習得してきた。もうね、全然作れるよ。これさえあれば。これさえあれば。本当にフィンランドのサーモンスープ作れるよ私。本当。あとはポルボで買った、紅茶ですね。紅茶あんまり買わなかった。2個ぐらいにしました。最後はもう服。まずはこちらムーミンのキャップです。ノルディックバディーズのキャップ。あとこちらムーミンのビッグティー。これもノルディックバディーズ。可愛いよね。あれ、あなたにも買ってきたムーミンの T シャツ。ちゃんと着てるよ。部屋着で。部屋着でね。こっちだったら俺も普段着で着てたわ。あ、そっちだったの。あっち可愛いじゃんね。ちょっと可愛すぎたかな。そっか、それにすればよかったな。じゃあ、あとはマリメッコ。これ絶対あなたトルメルってよね。これ1日目か2日目にちょっとテンション上がって買っちゃったシャツ。発作が起きた。はい。あとこちらマリメッコのシンプルな白 T。あとはボーダーのボートネック。こういうのが一番着たか。それ似合ってた。似合ってた。嬉しい。これも飲みの市で安く手に入れて。あとこれもね、すごい良かった。このヨカポイカの薄いやつだからね、ヨカポイカをうちから持ってかなくてよかった。そう。あとこのワンピースですね。これはコテージ用っていう感じで買いました。あとはね、デンマークのブランドのサムソっていうブランドが本当にすごく可愛すぎて、こういう本当シンプルなカーディガンとかタンクトップ、アイスクリームプリーズって書いてある T シャツとか、こっちもアイスクリームこれもアイスクリームのやつですね。あとはこれが寒くて買ったニットなんだけど、これからの時期に着れそうなニット買ったんですけど、このデンマークのブランドがすごく可愛くて、次はちょっとデンマークに行きたいなって思いましたね。はい、これで以上です。なんか思ったより少なかったね。いや、なんかやっぱ Vlog 内でさ、もちろんなんだろう、これからフィンランドに行きたいなって思ってる方もさ、見てくれるかなと思ったから、お買い物のシーンっていうか、これかわいいこれかわいいって見に行くシーンは多かったんだけど、実際に買ったのはこれぐらいっていう感じで。いや別に少ないとは言ってないけどなんかもっと買ってるイメージだった。動画で見る限り、そうだね。私も思ったら意外と買ってなかった。いや、もう意外と買ってるんですけど、はい、っていう感じのそんな1ヶ月でした。なのでちょっとフィンランド1ヶ月 Vlog 出して、そしてその後にフロリダの Vlog が出たので旅続きになって、やっと日常に戻ってきて、ちょっと日常を始める前にフィンランドの感想をさらっと話して終わりたいかなと思います。しっかり内容が詰め詰めに入ったものはジンっていうのを出したいと思って、今執筆をこれから頑張ろうかなと思っているところなんですけど、さらっと感想をね話していきたいなと思います。はい。私なんだっけ、孤独を楽しむフィンランドとか言ったよね。途中から忘れてた。てかもういっか、そういうコンセプトとかやめようみたいな感じに途中からなったから、自分の心の中で思った以上に楽しすぎてっていうか、毎日忙しくて、あんまり自分と向き合えれてないかもって思ってたの、旅中は。でも旅の最後らへんになったら、なんだろう、やっぱり自分と向き合えてたことが分かって、最後の振り返りのお話
なんか自分の手でものづくりをしてみたいっていうところに気づいたら行き着いてたっていう感じで、でそれで帰ってきた後この1ヶ月ぐらい経ってじわじわとなんかあの時の1ヶ月で感じたことが生活に反映されてきてる気がして。例えばだからそのさフィンランドの Vlog を作る時にオープニングをちょっといつもと違う風にしてみようかなみたいな感じでやってみたりとか、あとこれから Vlog でも話していくんだけどものづくりをしたいっていうことで、冬に向けてちょっとリースをね、作って販売してみたいなとか思ったりとか、そういうちょっと動き出してるんだけど、そういう感じでやっぱり行く前と行った後では明らかに自分の中の何かが変わってるっていうのを実感した1ヶ月だった。素晴らしいまあでもね、確かになんて言ったらいいんだろうね、別にさ行く前がさ楽しくなかったかっていうとさ、そういうわけじゃないと思うんだけど、楽しそうな感じはするよね。なんか顔つきが変わったんじゃないかなって思ってるんだよね、自分の中で言われるのもあるんだけど、もちろん今までが全然つまんなかったわけではなくて、またなんか一個違う扉を開いたというか、なんか正直ここまでかなみたいなところが自分の中であった部分があって、その、YouTube とか5年ぐらいやってきて、もう自分のやれることってもうこの辺なのかなみたいな、この辺でもううろうろするしかないのかなって、そういうふうに思ってた時があったんだけど、今回一人旅してみて、もう一個いけるんじゃないかみたいな。いやでもすごいいいことよね。そのなんか去年はさ、踊り場で踊るとか言ってたじゃん。言ってた。で飽きましたとか言ってさもう一回頑張りますって言って、なんかとはいえ試行錯誤でなかなか見つからないみたいな感じから抜け出す時が来た。あれなんかまだやれんじゃないかみたいな。もちろんそのものづくりをしたいっていう方向に動き出すプラス、自分の今までの映像制作もう一段階自分の中でね、上に行く何かを作れるんじゃないかっていう自信がついたというか、それはやっぱりフィンランド1ヶ月間で全部自分で調べて全部自分で行動して自分の責任のもといろんなことやって、でやっぱりこうお買い物とかしてるけど、人と喋らない期間が1ヶ月間、ほとんど誰とも喋らない期間、なんだかんだねいろんなこと考えてたんだなって思って、それがなんかねこれからの自分の活動とか人生に生きてくるんじゃないかなってすごい思った。なんかこの前も話したけどさ、人間はやっぱ時々ラッキーするっていう話でさ、あなたの最初の YouTube がドーンって当たったのも、もちろん頑張ったっていうところももちろんあるけど、やっぱラッキーしてると思う、でダダダダって登録者数も伸びて、っていう中で、やっぱり一回ズーンとなった時もあったし、自分が頑張っても結果が出ない、結果が出ないというか、自分が頑張っても思い通りにならなかったりするような、自分自身の現在地を知らされるみたいなさ、時期もあって、でもそこをちゃんと自分で乗り越えてきたから、もちろん今もラッキーしてる部分はたくさんあると思うけど、自分の足で歩いてる感がやっぱり出てきたんじゃないかなと思うね。いやそうだね、なんかそれは確かに感じるかもしれない。ちゃんとやってきたんだなっていうのと、その積み重ねを感じたっていうのがあって、だから一人でも動画撮れたし、いやよくあんだけ素材撮ったなと思った。し帰ってきてやっぱり編集できた、それは今までやってきたからやっぱりできたんだなと、あなたに頼らず、今まではだって旅行だったらさ、メインのカメラはあなた重いしね、持ってもらって、分かった、バッテリーを持って歩くからさ本当機材重たいでしょ。本当にあなたのありがたみを感じたもう1ヶ月間だったんだけど、本当にそう出発からさ、パソコンとか機材とか全部抱えて、もう肩がもげそうになるぐらいで、そこでなんかトラブル起きたらもう本当にさ、もうここでもう私はギブアップですって言いたくなるぐらい、そういうこともやろうと思って頑張って、で作れたみたいな。すごいよく頑張りました。いや行かせてくださってありがとうございました。どうです、何してましたか？いやもう楽しかったコメントでさ、旦那さんが寂しがってるかもしれませんよ旦那さんもなんか構ってあげてくださいとかどうでしたか？いやなんかね、俺もねちょっと人生まだまだ頑張れるなと思いましたよこんな感じだったいやなんていうの、確かに1ヶ月空くなとは思ったよね、でその間に
自分でこの時何しようとか決めてなかったんやけど、うんうんまあ、でも結果的に普通に忙しかったっていうのもあるんやけど、うんプラスちょうど減量期だったよね。うん、だからすごい向き合えた。あ、自分にね。そうで空腹を紛らわすために、うん自然とこれしようあれしようっていう気持ちに俺もなってきて、へ最近あんまり読めてなかった本読んだりとか、ー、うん、一人旅行ったりとか、あ、そうね、日帰りでね、そう行ってたね。ちょっと欲しいなと思うものを買ったりとか、おお、部屋掃除したりとか確かにすごい部屋綺麗になってた。とかで、うんなんだろう、あなたが、もう一歩先に行けそうっていう気持ちになった通り、うん俺もなんかねこれまだまだうん、いけるかもっていうそうそう。気持ちにはね僕もなりましたよ。なんか2人とも元気になったよね、うんこの7月を経てさ、うんなんかこうまた一段とポジティブみたいな。うん最近になってあなたがやってるその習慣をさ一緒に真似してんだけど、今日もいい一日だったって今日もいい一日だったねって言い合って、あ、起きたらおはよう、今日もいい一日にしようねみたいなさ、でなんかそういうことをもう言えるモードになってるし、でその言えてるプラス本当にそういう自分の気持ちが上向いてるのが分かるし、挑戦してみようとかまだまだやれるかもみたいな、うんなんかその希望の光が差した感じそうねがする。それが何かなのかをちゃんとつかめてはいないんだけど、うんちょっとこう裾だけ掴んだみたいなところがあって、そうだってあなたは痩せたもん。まあ痩せたというかいい体にいなりました。やもういい、びっくりしたもんね、帰ってきた時に。実際体重はそんな変わってないけど、うん始めた時よりね、うんただまあ筋肉が増えて、うんこれねあんままだ俺もさそんな誇れる体ではないからいやいや言いづらいんやけど、一旦誇りな自分の。でも本当そういうことで、うんやっぱ自分に自信をちゃんと持てるうんことって意外と大人になって少ないじゃないですか。いやそうそうなんか褒められることってほとんどないし、うんうんなんだろう、自分が頑張ったからといってそれだけの成果を得られるわけでもない、うんうん自分がいくら正しくても絶対に何かがうまくいかない、うんみたいなことがまあ仕事だったり人間関係だったりするわけ。うんでもやっぱ筋トレっていうのは正しく動かしてうん正しく休息をとって正しく栄養を取ればうん確実に変わるものなの。あだから自分の正しい努力がうんちゃんと評価されるものだなってー思って、なんかそれがすごく自分の今の精神を安定させてくれてるっていうか、なるほどね。やっぱなんか仕事ってさ、自分がどんだけ頑張ってもダメになる時もあるし、うんうん自分がちょっとなんか手を抜いてもうんなんかうまくいっちゃったりする瞬間ってあるやん。うんうんうんでそれを期待するのもいいんだけど、でも最近ちょっとやっぱひねくれ者やからさ、なんかラッキーで得したことってなんかわかるあんま嬉しくないんだよね。うん、なんか残るよね。そうなんか難しいんやけしど、こりみたいな。そうおごられる焼肉美味しくないっていうなんかいやこう昔は美味しく感じたんだけどね。年を取ったってことなのかもしれんけど、ちょっと年下の後輩とかが「うまいっす!」って言ってくれた方がうんなんか満腹感すごいみたいなわかんないけど、うんなんかそういう感じがして、確実に自分の足で歩みたくなったんだと思そうね、う、うん、今まではちょっとこうある意味お膳立てみたいなところがあったこともあったと思うよね、うん若い時って。でもここからは本当に自分の足で歩まなきゃいけないっていうのを、うんなんだろう、ラッキーをもう自分で手繰り寄せたものにちゃんと確実になんか理解したいっていうか把握したいみたいうんなのが多分そういうところに現れてて、うんでそれが筋トレと結びついて、そうね、うんなんか特にさ自営業なわけじゃないですか我々は、うん、でその時に不安なんですよそうね。やっぱ時々足すくむぐらい震える時とかあるうんわけですよ、うんでもそれっていくら絶好調の時でも怖いし、うんダメな時はもう本当にやばすぎると思う、もうね精神崩壊したりするわけじゃないですか、その時にやっぱ筋肉があると俺はもうどうなってもうん最後俺は土を耕す力だけは残ってるって思えたよ。あこれ自給自足はね。そうこれなんか本当笑い話かもしれないけど、急遽本当ダメになったら田舎でちょっとだけ土地買って、俺はそこでうん桑を持てるって思った。ってなったら怖いものないじゃないかってうん元気だったら何回でもいけるわと、確かに、まあ傍から聞いたら受けるけど、でも真理だよね。それはっていうことにうんなんか本当に気づけたっていうか、あだからなんかくよくよしてたわけじゃないけどー、そうなんだよ。くよくよしたわけではないんだよ、うちらは別に。けどどこかでさ、そう紛らわせてた気持ちがさ、うんうんずっとやっぱ自営業ってあるわけや、うんうん。でもちろん今もあるけどね。あるんだけどそういう状況になってしまっても、うん
筋肉さえあれば俺はいけると思う本気筋肉っていうかその健康な体ね、さえあればやっていけるってちょっとね本当に思いました。でも私も確かに今回の一人旅はそういう気持ちにもなったかも、一人で全部いろいろやってみてさ、1ヶ月なんかあってもやれるんだっていう、そういう確信を得て帰ってきたのが、今その心持ちが変わったものの要因の一つなのかなっていうか、今までは誰かしらに頼ろうみたいな気持ちがさあったりとかさしたら、そういう自分にすごく後ろめたさを感じたんだけど、やろうと思えば一人で全部できるじゃんみたいな、そういう力がちゃんとあるんだって分かったことがすごく大事な気がした。ね。でもまあそれはあなたがやっぱこの5年間ちゃんと自分でやってきたからじゃない？本当に。いやそうです。そっか。まあそこはね、そうだね、ちゃんと謙遜せずそうだなと思って生きていこうと思うんだけど、いやでも楽しかったよ。すごい楽しかったし、なんかいつもとは違った Vlog をお届けできたのかなとは思いますね。なんかすごくこのシリーズが好きだって言ってくれる方もいて嬉しかったし、私もすごく楽しい1ヶ月間でした。ずっと旅に行くわけじゃないからね。その日常の中に埋もれた魅力をちゃんと見ていかないといけないですよね。そうだよね。コテージでさ、あんな綺麗な景色を見たけど、いつだって目の前が一番憧れの場所なんだってことに気づけたわけじゃん。ってことは今この場所も私にとって憧れの場所なわけだから、ちゃんと見過ごさず、それをよりね見つけていけるような過ごし方をしていきたい。でそれを作品に落とし込んで、いつかものづくりとしてちゃんとやっていけるような体制も取っていけるような、そんな人生を送りたい、そういうふうに思いました。皆さん1ヶ月間見てくださり本当にありがとうございました。陣頑張って書きますのでいつになることやらはい、年内には出したい。もう自分にプレッシャーかけていきます。年内に出したいと思いますので、ぜひ楽しみにお待ちください。で最後告知ですね。告知というかお知らせですね。こちら私がフィンランド1ヶ月旅でもガンガン使っていたバケットバッグ、これが第2弾の受注、絶賛受注予約中でで今週末でもう受注期間が終わっちゃうんですよ。14日の夜までかな。そうなのでこちらをね欲しいなって思ってる方はこの週末でご検討いただき、受注期間中にご予約いただけると嬉しいです。これすごい良かったよ。これさ、第1弾届き出してる人みんなね、軽くてめっちゃいいって言ってて、ちょっとこの服には合わないかもしれないんだけど、すごいカジュアルな格好にね合うバケットバッグで、軽くてさ荷物いっぱい入ってさいいと思うよ。そういや普通にね可愛いなと思う。可愛いでしょ。でもね俺はちょっと1個ね、ヒヤヒヤしてるんですよ。何？いや今さこれが第1弾届いてるでしょ、トートバッグも届いたでしょ、俺いまだにさ第1弾のバッグをさ街中で見るんよ。いや私も見るよしかもさめっちゃ近所のスーパーでさ俺がさ買い物したらパッて見たらさいて「ほーって思いながらでもあなたが声かけたら不審者だもんね。そう不審者やから顔出してでもなんか見ちゃうやん、すごい気持ち悪いやつみたいになってるけど、めっちゃいる。めっちゃいるでしょ。ビビるぐらいいる。この1ヶ月間でも俺ほんと 3,4 人見てるから。レザーバッグ、でもこのスウェードバッグもね街中でこれからいっぱい見るはずなんです。だって私これニアミスしたもん。最近代官山蔦屋行ったの、これ持って代官山歩いてましたって同じ日にいて、でしかもこのね取っ手がね結構、特徴的なんで結構ねすごく目立つし、どんな服にでも合わせやすくて、あとやっぱ味が出ないのがいいなと思って、フィンランド中にガシガシ使ったけどさ汚れてもないし、変にクタクタケバケバもしないし、本当におすすめです。これから秋冬そして春夏にかけて年中使えるバケットバッグですので、ぜひご検討ください。はい、そういう感じで今週の動画は以上です。で来週からは日常 Vlog に戻っていくんですけれども、ということは最近土曜ラジオも復活します、来週から。なのでぜひこのコメント欄に私たちへの質問とか相談などあれば、紅葉鳥ネームをつけてコメントしてくださると嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ミックでした。